はい、皆さんこんにちは。在日アングラ塾の本地です。今回のお話は、実は気づいていないかも、実は気づいていないかもというタイトルにしたんですが、私がですね、長期服役して戻ってきた時、私の兄弟分とかが、放免祝いということで、出所祝いでご飯に連れてってくれたんです。ご飯に連れてってくれた時に、いろいろな今後の私の構想だったり、これからどうしていくのか、中の生活はどうだったのか、元気でやってたのか、いろいろな話を踏まえて、ご飯を食べている時に、兄弟たちと楽しく談話してたんです。実際に出てきて、不良の世界もない、組織もない、これからどういうふうにやっていくのか、そんな中でですね、私いろいろな構想を真面目にこういうふうにやっていって、こういうことをしたい、こういう会社を立ち上げて税金を払いたい、そんなようなことを言ってたんです。そしたら兄弟がですね、あ、そうかと、じゃあできることは協力するよと。でも本当に今回の服役生活っていうのは本当に本地にとって良かったんだと思うよと。そうでなければものすごく大きな事故が起きていたか、あの時の本地は相当なクレイジーだったというふうな話だったんですよ。これはもう約10年近く経つからこんなような話ができるけどというふうに兄弟に言われて、ああ、身近な兄弟がそうやって言うってことはよっぽどちょっとぶっ飛んじゃってたんだろうなって、それは以前にもお話ししているように、ちょっともう私の心が乖離していたんですね。自分で分かっているつもりなんだけど、実際に現実離れしているというか、そんなようなことがあったんで、いやそうだったのかつって、親に心配かけたから真面目にやっていくよという話をして、今回のその服役生活を機にすごく真面目になったし、話し方もおとなしくなって全く違う人間になったようだよというふうに言われて、いやとても嬉しいねと、そうやって言ってもらえると今回服役した意味も少なからずあるねと、いや今日生かされている自分があるんだなっていうことで、これを感謝しなきゃいけないねっていう話してたんですよ。でも本当に本地堅気になるのって言われて、んってもうこの 2,3 時間以上その話をしてて、もう今も堅気だし、そもそもの話じゃないかという話をしたら、深くですね、って考えに一瞬ふけたんですよ。で兄弟がなんでって、俺今までの言葉遣いとか行動言動全てが本当に真面目になったねって言ってくれたじゃないかって。そしたら兄弟がですね、このような人見かけたらあって思ってほしいんですけど、またそっちの世界にいる人も言われてみればというふうな点だと思います。兄弟が今までこの数時間本地と飯を食ってて、昔と変わらないところが一つあるんだよ。何って言ったら、普通に何事もなく静かに真面目な格好して本地と話していても、絶対にお店の出入り口が開くと絶対に見るんだよと。それは昔と変わらない。これを言われた時にすごくショックでしたね。自分の考え方、言動、確実に中で改心し反省とともに直したんです。もうこういう生き方をやめよう、こういう生き方でプラスになることはない、特に組織もない、僕が行く受け皿もない、スカウトヘッドハンティングが来たところでモチベーションが親父だったその親父が亡くなっている、そんな世界の都政にまた戻ることの未練がない。だからもう自分の
他力本願じゃなく自力でゼロからマイナスからスタートしなければいけない。それを踏まえてシャバに出てきたんです。その兄弟のよく見てんなやっぱこいつって思ったのはその一言だったんです。ではこの動画を見てなんで出入り口をそもそも見るの本地さんって思われる方もいると思うんですけど、不良やってるとですね、常にいつ何時何が起こるか本当に分からなくてですね、過激な武闘派組織もあれば、もう老舗のもう何もしなくても収入が入ってくるからそんなにタカ派じゃなくてもいいよっていう組織もあると思います。ただですね、やっぱりこう守るものがあったりとか、親父だったり兄さんたちだったり先輩方だとか、いつ何時どこから誰がどのように見て聞いているのかわからないからですね、その危機感っていうのがあるんですね。で、敵対するとか面白く思ってないっていう自分の評判とともに、やっぱり警察組織だったり御用になるというものも心配してますから、それが日常茶飯事なんです。だからいつ何時どこに誰がいるのかで、どのような環境でどういうシチュエーションなのか、簡単に言うと、そこのお店に誰が夫人お客さんが飯を食っている状態なのかっていうのを、どこにデコスケ、こんなこと言っていけないんですけど、どこに警察がいる、どこに誰がいるとかというもの、どこに他の組織がいるとか、同じような類の人間さのやんちゃな人間がいるとかっていうものをこう目配せして常に生活してるからですね。そこをもう僕がもうしっかり研磨して、もうクリーンな、もうツルピカな丸で出てきたというつもりだったんですけど、自分で見つけられない癖がこうあったんだなというふうに勉強になりました。今もですね、あえてその癖っていうのを身についててですね、これ不良をやめててもそういう生き方した人間って喫茶店でもカランコロンってなったらこう見ちゃうんですよ。これも癖なんで、もし私とお茶したりご飯食べた時にきっとこう見ちゃったら、直すようにすればするほど不自然になっちゃうので、生き方の根底が変われば自然と変わっていくものだなと考えているので、最近ではそんなに危険と隣り合わせじゃないから出入り口を見るっていうきっかけはないとは思いますけど、まだそういう癖は型が残ってるかなと思うので、ご指摘いただけると嬉しい限りです。周りにそんなような方がいたら、こいつはって思ってください。いつ何時どっからこう見ても、皆さんもそういう人間周りにいますから、必ず昔の昭和時代平成の初期じゃなくても、今この令和のピッカピカな令和時代だとしても、そんなように生きてきた方がいます。筋という一本の骨組みっていうか、いろはにほへと不良の三と六っていうものをしっかり分かってる人間は分かってる、分かってない人間は分かってない、ちょっとしたことで看板ちらつかせてって、何が正しいのかっていうのはそれぞれの美学と信念の問題なので、私がそれはこの動画で言うことでもありませんし、私は自分のやるべきこと、今しかできないことを、皆さんのご期待に添えるように、これからも精進していきます。よろしくお願いします。